この曲を語る上で最も重要なポイントを4つに絞りました。1、まさかのクラーベ。2、まさかの2コード。3、ハイブリッドなラテンビート。4、DJ 松永の音楽 IQ の高さ。この4つです。では順に解説していきましょう。この曲を初めて聴いた時に一番驚いたのが、クラーベのリズムをがっつり曲の中核に据えている点でした。クラーベというのはラテン音楽で最も基本的なリズムなんですが、今ではラテンポップでもめったに使わないリズムなんです。そんなリズムがいきなり J-POP で使われて、しかもこのリズムがアレンジの中核になっているのが、僕にとってはまずこれが最初の衝撃でした。リズムだけを音で聞いてみましょう。今聞いてもらったのはクラーベの中でも3-2クラーベと呼ばれているもので、先に3つ打ちがあって、その後2つ打ちというパターンです。これがブリンバンバンボーンのリズムの中心です。具体的には曲を通してずっと鳴っているマリンバのフレーズがこのリズムを司っています。3-2クラーベのリズムとマリンバのパート、続けて聞いてみましょう。このような昔ながらのラテンビートに新たな命を吹き込み、J-POP として世界的ヒットにつなげたのはまさに快挙です。この曲を初めて聴いた時にクラーベのリズムと同じくらい驚いたのが、この曲がわずか2つのコードで作られている点でした。2コードという時点で J-POP では絶対に売れないコード進行です。しかもこの曲はマイナートニックとドミナント、A マイナーと E7 という2つのコードしか使っておらず、これは2コードの中でも特に頭が悪そうに聞こえてしまうコードチョイスで、これは正直無謀と言わざるを得ません。日本人は極めてコード進行に敏感です。音楽知識のあるないに関わらず、多くの日本人が無意識にコードを聴いており、単純すぎるコード進行には容赦なく退屈な音楽の烙印を押します。このコードが許されるのはコミックソングだけです。実際日本のポップシーンで2コードの曲でシングルセールス10万枚を突破したのは自分の知る限りではわずか2曲。1980年ドリフターズドリフの早口言葉と1979年のバラクーダ日本全国酒飲み音頭だけです。タイトルからわかる通りどちらも典型的なコミックソングです。少しだけ音で聞いてみましょう。生麦生米生卵生麦生米生卵1月は正月で酒が飲めるぞ酒が飲める飲めるぞ酒が飲めるぞ。少し聞いただけでコミックソングっぽさが漂ってくるのがわかるでしょう。日本においてはこういうお笑い文脈でしか2コードの曲というのは成立しなかったのです。裏を返せば今回のクリーピーナッツの快挙がいかに無理ゲーだったかということです。2コードの曲でそれも見事なポップチューンで日本での大ヒットを実現させたことは本当に奇跡としか言いようがありません。もう一度3-2クラーベのリズムとブリンバンバンボーンのマリンバパートを合わせて聴いてみましょう。では現代のラテンミュージシャンが使っている主流のビートをここでご紹介したいと思います。トレッシーヨというビートです。クラーベと非常に関連性のあるビートです。3-2クラーベのこの3の部分、ここだけを繰り返すのがトレッシーヨです。まずは音で聞いてみましょう。トレッシーヨで一番有名な曲はおそらくこれだと思います。ここでブリンバンバンボーンに使われているもう一つのリズムをご紹介します。イントロが一番印象的ですが、A メロとサビにも使われているバスドラムのパターンで、ジャージークラブと呼ばれているものです。まずは音で聞いてみましょう。ジャージークラブのリズムと3-2クラーベのリズムを楽譜で比べてみましょう。
この3-2クラーベの1、2拍目、この3の部分のリズムですが、見てお分かりのように、ジャージークラブの3、4拍目のリズムと実は同じです。そしてトレシーヨのリズムも先ほど言ったようにクラーベの3の部分だけを繰り返すリズムです。なのでクラーベのマリンバのリズムとバスドラムのジャージークラブのリズムを組み合わせることでハイブリッドなトレシーヨのリズムが生まれるわけです。クラーベのマリンバのパート、そしてジャージークラブのバスドラム、この2つに内包されるトレシーヨの部分だけを切り取って弾いてみましょう。はい、このように異なる楽器が組み合わされることで別のリズムが浮かび上がる。こういう緻密なビートデザインがこの曲の裏に隠されていたことがわかります。今回この曲を通して感じたのは作曲を手掛けた DJ 松永の音楽 IQ の高さでした。完全にノーマークでした。改めてクリーピーナッツの過去の楽曲も聴きましたが、彼の作曲能力の高さに疑問の余地はありません。そもそもラテンビートに目をつける時点で他の日本人アーティストとは一味違います。そしてあえてクラーベという古いラテンビートを採用した点、ジャージークラブと組み合わせるという発想、どれをとっても日本人離れしています。そして極めつけは曲を2コードにしてしまった大胆さと思い切りの良さ。どうも日本ではコード進行がシンプルすぎるゆえにこの曲を過小評価している向きがありますが、全く逆です。2コードだからこそ彼らの偉業はさらに J-POP 史の中で燦然と光り輝くと僕は思っています。この曲は明日にでも世界チャート1位になるポテンシャルを秘めています。ただ、惜しむらくは日本とラテンアメリカ諸国に音楽的な接点がなさすぎる点です。現在、世界でバズっていると言っても、実はこの曲が流行っているのはおおむねアジア諸国です。コロンビアやメキシコなどラテンポップの主要国ではまだこの曲は全く知られていないと言っていい状態です。もしこの曲が何かのきっかけでラテン諸国でバズり出せば、マジで Spotify のグローバルチャート1位も十分あり得ると個人的に考えてます。さていかがだったでしょうか。この動画の感想をお気軽にコメントください。オート極道でした。さようなら。